おというわけで CM も終わったので、皆さんお集まりいただいてありがとうございます。Eliminating DDoS with Ruby 3.2 ということで、米内の方から発表させていただきます。どうぞよろしくお願いします。オフラインならではの拍手の間とかもありますけれども、ちなみに今日の1日目にも DDoS とか正規表現に関するセッションがあったと思うんですが、これが2回目の DDoS 正規表現ですっていうリビーストはどれぐらいいますか？ぼちぼちぐらいですね。でもなんかめちゃめちゃもういっぱいだったら困るんでどうしようかなと思ってましたけれども、改めまして米内と申します。もう普段はプロダクトセキュリティを主にやってるんですが、大学が計算機科学が専攻だったので、コンパイラーだったりだとか、ちょっと CPU 自作とか結構そういうのが好きな人間でした。基本仕事では今日のテーマにも関わってくるんですけど、いかにプラットフォーム、プロダクト、ウェブ、そのベースラインの部分っていうのをセキュアにしながら、逆にいかにアプリケーション開発者だったりそのプラットフォームの上にいる人がセキュアに過ごすか、そういったところをうまいバランスを見つけていくっていうのを、ある種はその仕事にしている部分でございます。でちょっとここでですね、皆さんとおそらくコパイロットが大好きだと思うんですけれども、ちょっとコパイロットを使ったストーリーをちょっと紹介したいと思います。例えば何ていうんですかね、デオキシリボ核酸とかDNA の配列を正規表現で見たくなることって多分あると思うんですね。多分皆さん医療従事者ではないと思うんですけれども、そんな時にもうやっぱりもうそろそろもう自分でコード書きたくないと、とりあえずここまでコメント書いてあげて、デフバリッとハテナまで書いてあげて、ポチポチっとしていくと、気がついたらコパイロット君が正規表現をサジェストしてくれて、気がつくと実装があると。で実際なんかこうですね、ちょっと要件的にホワイトスペースで許さなきゃいけなかったから、それもコパイロット君に伝えてみたけれども、実際それをいくつかテストケース流してみると、動いていそうだと。こんなふうにですね、プログラミングされている方っていうのは増えてきたんじゃないかなと思います。ただなんかこのいい感じに生成してくれた実装、たまになんか長い実装値を与えてあげるとなんか止まって動かなくなったりすると、これは何だろうと。ちょっと考えてみると、実はこれ正規表現エンジンの中の仕組みだったりですね、あるいはそれに関連する脆弱性として DDoS みたいなものが関わってくるわけです。こんな多分コパイロットでポチポチっとしているとなんかアプリケーション出来上がっていくような時代でもありますけれども、そんな中でじゃあ自分たちがこういうバグ、こういう脆弱性を作らないために、じゃあ皆さんが何を意識すべきか、何を知っておくべきか、この Ruby だったりそのプラットフォームの持っている責任とその上で開発する人の責任はどこか、そういったのっていうのが本日の大きい意味でのテーマになるんじゃないかなと思います。実際その Ruby を書いていく中でそのセキュリティ、ランゲージエコシステム、そして自分たちがどこまで知っておけば安全なんだっけとか、そういったところをですね短期的に話して、ミクロにはこの正規表現とうまく付き合う方法みたいなところをお話しできるといいのかなというところで、本日はよろしくお願いいたします。おおむねですね、この5つのトピック、その正規表現、なんていうんですかね、自分が正規表現エンジンを実装するとしたら、どんなことをするだろうみたいなところを皮切りに正規表現エンジンの中身についてちょっと考えてみながら、じゃあそこからその DDoS という脆弱性について学んでみつつ、それにですね特に GitLab 皆さん読んだことあるんじゃないかなと思うんですけれどもの中で行われ実際見つかったその DDoS 脆弱性についてちょっと見てみながら、いかに今までのアプリケーション開発者側、そのプラットフォームの上にいる開発者がこの実際こういう脆弱性を修正してきたのかっていうところを見てみようと思います。その上でじゃあ逆にプラットフォーム側、ここら辺はその Day1 で発表されてたコミッターの方にはリスペクトですけれども、実際エコシステム側 Ruby の言語処理系側がモニゴンですね側がどういうふうにそれに DDoS っていう脆弱性に対してアプローチしてきたのか、最終的にはじゃあそのプラットフォームとその上に乗ってる開発者のその責任の分解点っていうんですかね、どこまでじゃあ自分たちは知っていけばいいのかっていうちょっと見解のところをですね突き詰めて考えるというのをやっていこうと思います。という感じでちょっとまずはじめに皆さんには正規表現のエンジン開発者になってもらおうと思います。まず皆さんこのよく見る正規表現ですね、regexp new してみたりだとか、スラッシュでリテラルで正規表現定義してみたりとか、すると思いますけれども、こんなキャレットから始まって A を1度以上受け取って、0個以上の B を受け取って CT で終わる、そんな正規表現を受理するような、その正規表現を評価してマッチする、与えられた文字列がマッチするしないっていうのをちょっと計算するようなエンジンっていうのを考えてみましょうと。これ実装すると、もしかしたらこの中に実装者の方がいるかもしれないのでそれだとちょっと肩身苦しいところですけれども、じゃあナイーブにちょっと実装する場合を考えてみましょう。例えばこれ正規表現的には A をまず1個以上受け取らなきゃいけないので、その最初のですね正規表現 A プラスのところに合わせて、A を1個読んでみましょう。
でその後じゃあ、いくらの選択肢があります、このまま A を読み続けるか、あるいはその次の正規表現 B のところに注目してみるか、選択肢ありますけれども、ここでは一回 B アスタリスクの方を評価してみましょう。そうするとこの中に B なんてないので、もちろんここは読みないと。でもただその B は0個以上でいいので、とりあえずその C のとこまで進めてみます。でもそれでもA なんで読めないと。そんなことをすると結局 B アスタリスク C ってところは評価できないので、もう一個戻って結局 A はもう一個読まなきゃいけなかったってことになります。これをねもういっぱい続けていくと、こうずっと試しては戻り試しては戻りっていうのを繰り返していくと、この次第にA が全部読まれて、最後この辺、B がうまくいかないけれども CD で着地すると、そんな感じでA この正規表現を試しては戻り試しては戻りで評価していくことができます。この戻りっていう部分がいわゆるこのバックトラックと言われるもので、こういうふうな形で試して戻る試して戻るっていうのを繰り返す正規表現エンジンの実装方針を大体バックトラック型のエンジンって呼んだりするんじゃないかなと思います。これがなんかこう正規表現をパッと見て浮かびやすそうなアイデアなんじゃないかなというところです。で実際この何ていうんですかね、やっては試しやっては試しってものだったり、あるいはそのいくらかの正規表現のセットっていうのはこう電話のセッションでも触れられてましたけど、空線位を含む NFA そのエプシロン NFA とかに変換できたりだとか、あるいはその DFA だったり変換できたりはしますけれども、ちょっとそれはこのトピックこのセッションでは一回トピックの外にしたいと思います。でもいずれにせよそんな感じでですね、その正規表現ナイーブに試しては戻り試しては戻りバックトラックしっていうのを繰り返してあげると、こうナイーブにはエンジンが実装できそうですと。で実際、ちょっとここからはRuby の実装なんかにも触れていきますけれども、これに関わるちょっと脆弱性というのを考えてみたいと思います。それこそバックトラックしていく、試してはバックトラックするっていう実装はRuby の鬼雲でも実装されているものですと。で実際その辺なんですけれども、例えばさっきコパイロってポチポチっとしていた時に最終的になんかもうある入力に対しては全然止まらなくなったと、全然その結果返ってこなくなったと、あれっていうのは実は出てきた正規表現が実はパフォーマンスがあまり良くないものだったからなんですね。じゃあ例えばパフォーマンスが悪くなる正規表現の例として、今画面に映っているようなもの、画面の左側に映っているようなものをちょっと考えてみましょう。例えばこれはなんか A or Aのその A または A を0個以上受け取るような正規表現ですけれども、例えばここにまた皆さんには正規表現エンジンになってもらって、その A をいくつかとB を1つ、そんな文字列をちょっと入力して受け取ってみて評価するっていうのを考えてみたいと思います。最初の取れる選択肢って、左側の A でマッチするか右側の A でマッチするかですけれども、まずはちょっと左側の A でマッチしてみましょう。するとこの A の0個A または A の0個以上の繰り返しでもう1個 A 読んだので、またちょっとこの正規表現をこんな感じで読み替えてあげて、もう1個その A または A っていうのがある形で読み替えてあげて、次をじゃあこう左側の A で読むか右側の A で読むかってまたその選択をしていきましょうと。するとこの A の数に応じて元々の正規表現、ちょっともう一回戻りますけれども、この正規表現っていうのは何回も左側の絵でマッチするか右側の絵でマッチするかっていうのを繰り返して何回も何回もA の長さの数だけ選択していくと次第にマッチできるような正規表現であることが分かります。最終的に最後に B があるので絶対マッチすることはないんですけれども、この A の長さの A の数だけ左右の条件分岐っていうのをしながら言っては試し、左を選んでダメだったから戻り、左を選んで右を選んでダメだったから戻りっていうのを繰り返していくような形のものになります。でもこれ分かる通り、これってめちゃめちゃ分岐をするんですよね。具体的に言うとなんかエクスポネンシャルな分岐をすると、これが先ほどのコパイロットポチポチしてた時の、厳密にはこの正規表現が生成されたわけではないですけれども、こういう何回も何回も試しては戻りっていうパフォーマンスの悪い正規表現が出てきたから、実はうまくいかなかったっていうのが冒頭の例だったりしたんですね。実際ベンチマーク取ってみると、これは古めの Ruby で、今これから 3.2 の話をしますけど、3.2 より前 3.1 とかでベンチマーク取ってあげると、下の方ですね、A の長さに応じて非常に長い時間っていうのがかかるっていうのがお手元のRuby でも検証できるんじゃないかなと思います。こんなふうに一部の正規表現は、あるいはパフォーマンスがあまり良くない書き方をしてある正規表現というのは、エンジンによってはめちゃめちゃな時間が評価にかかることがあります。このさっきの例みたいな感じですね。この現象だったり、こういう作り込まれてしまったものっていうのを、いわゆるリドス脆弱性がある、レギュラーエクスプレッションデニーロールサービスでリドス脆弱性があるって言ったりして、これっていうのは案外普段の生活で起こりそうなものですよね。
例えばちょっと正規表現書いて、それがなんかこうどれだけパフォーマンスよく走るんだろうとか、このエンジンだったらどう走るんだろうっていうのはあんまり意識されてこなかったところかなと思うんですけれども、こういうのがもうそれとそうですね、非常に多くのアプリケーションで最近見つかっている脆弱性だったりしますと。もうちょっとこの後ですね細かいことを話すんですけれども、とかあるいはそのレギュラーこのDDoS探してもらうクイズみたいなのもこの後やろうかなと思うんですけれども、DDoSもう一個のパターンとして一応こう入力として正規表現を受け取るパターンみたいなのも一応考えておきましょうと。こんな感じで例えばなんていうんですかね、ユーザーからファイルエクスプローラーを作っているとして、ユーザーからこう何かしら正規表現を受け取って、それでその何ていうんですかね、検索対象のデータをフィルターするみたいな、そんな実装があったとしますと。これに関してはもう皆さんお察しの通り、なんかこう呪文みたいな正規表現を投げてあげれば、めちゃめちゃな時間をかけて、その DOS 攻撃をしてあげることができる、そんなようなパターンになっています。こういうようなその正規表現を注入するタイプのもののこともDDoS と呼んだりします。というわけでですね、ここまでDDoS その2つのパターン見ました。1つはその入力値を工夫してあげて、DOS を起こすそのあるなんていうんですかね、デベロッパーが書いた正規表現のパフォーマンス良くなさそうだった場合、あるいはちょっとエンジンとの兼ね合い、ちょっとこの後話しますけれどもが悪かった時に起こる脆弱性の話、もう一つはなんか任意の正規表現を受け取ってしまった場合の時の話、後者は少ないかもしれないですけれども、そういうものを DDoS と言いますという話でした。さてここからはですね、実際じゃあこういう脆弱性、皆さんその SQL インジェクションだったりだとか、その XSS だとか CSRF だとか、そういった脆弱性っていうのが、フレームワークレベルの努力で少しずつ改善されてきたことっていうのは、あるいはあまり意識せずとも、なんとなくこういい感じになるっていうのを体験してきているんじゃないかなと思います。じゃあこの脆弱性については、何かこうそういうのはないのかっていうのを考えるために、ちょっとまずはそのアプリケーション開発者がどういうふうにこの問題に対応してきたかっていう話と、あるいはこれからもうちょっと後にですね Ruby3.2 で、このプラットフォームレベルでどういうふうなその改善が行われたかっていうのを順番に話してみようと思います。まず最初はアプリケーション側の話です。例えばですね、ここからちょっと文字ちっちゃくて恐縮ですけれども、3つのパターンのなんていうんですかね、正規表現パフォーマンスが良くない正規表現について話します。一つはネストされた量子化がネストされているようなもの、一番目のようなパターン。一つが横並びになんていうんですかね、量子化されたものが並んでいるパターン、隣接しているパターン。一つはもうキャレットがないパターン。ちょっとここ順番にGitLab で出てきたコード、CV 脆弱性の例を見て学んでいこうと思います。ちょっとここでちょっと視力検査にオフラインの方にはなってしまうかもしれないんですが、クイズです。この正規表現はパフォーマンス良さそうでしょうか、悪そうでしょうか。なんかパッとそうですね、僕の演題から見てもだいぶ視力検査レベルが高いので難しいんですが、これ目をすごく細めてみるとなんかこういうパターンが見えると思うんですね。ちょっとカッコ左側と右側になんかでかいカッコがあって、そこにプラスがついて量子化されていると、その内側にいくつか量子化されているものがあると。例えばこんなものに今画面に出てるような呪文、タブカッコタブカッコタブカッコみたいなのを投げてあげると、これって外側のでかい量子化されているカッコの全体に例えばこの全体がマッチするかもしれないし、あるいはそれがなんかいくつかのパートに分かれるかもしれないし、その内側の量子化でもなんかいろんなことが起こるわけですね。こうすると例えばこういう入力を与えてあげると何回も何回も試してはこれマッチできなかったね、試してはマッチできなかったねってことが起こるので、これがいわゆる脆弱性を引き起こすわけですね。実際これ GitLab でも脆弱性報奨金のプログラムで報告されて、これはもう脆弱性だね直しましょうとなったものの例です。でここからちょっと見ていくのは、これいくつか例を挙げるんですけど、どういうふうにこれが直されてきたかで、例えばこの CV アサインされたものに関しては、こんな感じにですね、ちょっとちっちゃいですけど、平たく言えば外側の量子化、量子化をネストさせずになんか可能な限りなんていうんですかね、外側量子化してる外側の量子化をいっぱい何回も繰り返していいんじゃなくて、3回までしか繰り返しちゃいけないよっていうふうに修正する、正規表現を修正するっていう形でこの脆弱性の場合はフィックスされましたと。そんな例が一つです。じゃあ他のパターンはどうかっていうと、もう一個視力検査です。この正規表現なんか悪そうなとこ見えるでしょうか。これもですねどうですかね、
これもちょっと目を細めてあげるとなんかこの辺が怪しそうだなという気持ちになってきます。そのスペースの0個以上の連続、その次にこのフロントマットっていうのは名前がグループについてますけれども、ドットアースタハテナの、ついてて、その後スペース、0個以上、これはなんか開業がめちゃめちゃあるものとかにデータを入力を流し込んであげると、この辺でこの前半の方のスペースでマッチするか真ん中のこれでマッチするか外側でマッチするかみたいなのが何回もいろんなパターン試す羽目になるので、これもドスが起こってしまうんですね。でこれの場合はこれの場合正規表現はまずこんな感じでなんていうんですかね、そのスペースを受け取るような部分っていうのを一回消してあげて、全部一回フロントマッターというグループにでマッチしてあげると、その上でアプリケーション側でも出てきた余分なスペースをストリップしてあげるみたいな、正規表現側の修正とアプリケーション側の修正の2軸で修正するみたいな方針が取られていました。これが2つ目のリドスで見つかったGitLab の脆弱性の例です。最後にちょっとこの辺巻き巻きでいきますけれども、例えばこういうポロって出てきたものに対してもその脆弱性がレポートされていて、これの場合はキャレットがついてないのでいろんな位置で1文字目からマッチできるか試す、2文字目からマッチできるか試すっていうのを何回もやらなきゃいけなかったもので、それに関してはもう直すのがいろいろ考えるの大変なので、そもそも正規表現をやめましょうと、ちょっと部分的には見えますけれども、全体を正規表現でどうこうするのをやめましょうっていうレギュラーエクスプレッションをリムーブするっていう方向での修正がなされたっていうものの例でした。こんな感じでですね、実はGitLab とかこの辺の脆弱性レポートって読んでると面白いものがありますけれども、ちょっとそれは脇道ですとして、ちょっとここからは今まで見てきたようなアプリケーション側の脆弱性の修正の方法っていうのに対して、じゃあこれがもう片方 Ruby のエコシステムだったり鬼雲の言語鬼雲がどういうふうな対応をしてこういうものを消そうと、今度プラットフォーム側の努力ですね、ちょっとここについてフォーカスしてみたいと思います。いろいろちょっとこの辺は飛ばしますけれども、ユーザー側の入力、正規表現直してみたり、正規表現とアプリケーション側の両方直してみたり、ないしは正規表現ごとそもそもやめてみたり、そんな中でじゃあこういうの面倒くさいじゃないですか、皆さんコパイロットポチポチしたら全部いい感じになってほしいと、そういう時にじゃあ出てきたのが、このプラットフォーム側の努力というか、Day1ででかいホールで発表されてらっしゃったメイクナウジャストキャットさんのこのやつですと。で具体的にもうちょっと細かい鬼雲の中の実装VM 型のエンジンなんですけれども、どう修正したかみたいなところはDay1のスライドだったりその動画に譲るとして、ちょっとこれっていうのがどんなアイデアだったのかっていうところを2つ紹介したいと思います。一つはいわゆるメモ当にメモ化って呼んでましたけれども、いい感じに何回も何回も同じことを繰り返すっていうのを避けるっていうことですね。例えば先ほど見てた正規表現 A または A の0回以上の繰り返しみたいなのをマッチしていくときに、例えば最初の一文字目の A を左の A でマッチするか右の A でマッチするかっていうのは選択肢がありますと。ただもう2文字目の A をどっちでマッチするかっていうのを考えるときに、1文字目の A をどっちでマッチしたかって考えなくていいんですよね。それこそこれをオートマトに直すなら、さっきの正規表現に対応する NFA を持ってくるんだったら、最初の子状態が左側の0のところとか、ちょっと感覚で見てほしいですけど、0のところからポチポチっと一文字目の A を読んであげると、6みたいな状態に行きますと、右下のところの状態に行きますと。でもこの時にもう一文字目どっちで読んだかっていうのはもうどうでもよくなっていて、その次の A を読む時にはまたこの次の1って状態に戻って、左と右3と5どっちかを通って、6に戻ると、ただそれを繰り返すだけなんですね。ってことは何文字目、例えば6の状態から2文字目ぐらいから読んだらマッチ失敗したよとか成功したよとか、この辺さえ覚えておけば、大体の場合いい感じにキャッシュが効いて速くなってくれると、具体的には1000件ぐらいになるんですけど、そういうことが起こってるわけですと。これっていうのがもうちょっと細かいところは結構埋まってなくて、それこそもともとの鬼雲のエンジンの実装って VM 型なので正しくはこういう説明ではないんですけれども、近いような発想でいい感じにキャッシュをしてあげることで、もともと25秒とか30秒とか、あるいは止まらないみたいな感じになった正規表現というのをミリセカンド単位で修正できるようになったと、走らせられるようになったと。これに関してはDay1の発表者さんにちょっと改めてリスペクトを送りたいと思います。はい、そんな感じでですね、こういうキャッシュをしてあげるとか、本当はもうちょっとそもそも線形で評価できるものなんですけど、あれっていい感じに高速化してあげるっていう努力で、そもそもリドスの脆弱性をなくすっていう方向の努力が一つあったり、あるいはちょっとこの後話すような理由で全ての正規表現っていうのをすごく
Ruby 上で扱える全ての正規表現っていうのを非常に高速に線形で全部評価するっていうのはできないはずなので、そういう意味だとそのタイムアウトみたいな仕組みっていうのも一つ導入されました。例えば今右側に出てるような正規表現、この辺の正規表現ってその普通に評価すると全然止まらないんですけど、例えばこのタイムアウトみたいなのを設定しておいてあげると、いい感じに1秒ぐらいで止まると。そうするとその元々の評価自体は終わらないんでアプリケーションの挙動的には問題ですけど、そのなんか DOS みたいな攻撃っていうのは起こり得なくなると。そういったところでですね、この2つ目のアイデア、タイムアウトを入れるっていうのもRuby3.2 から入った機能の一つです。そんな感じですね。でここまでがそのプラットフォーム側の努力というところでした。プラットフォーム側というか Ruby の処理系、オニグモの処理系のところの努力の話でしたけれども、ここからがちょっとメインのトピックです。実際そのアプリケーションの開発者と、それこそ Ruby 会議なんてそのアプリケーションの開発者というかもうちょっとインターナルなところを見てらっしゃる方もたくさんおられるかとは思うんですが、そのアプリケーション開発者の視点とあるいはそのプラットフォーム側の視点、どこら辺までじゃあアプリケーションを作る人はそのRailsでアプリケーション書くとかしてる人はどこまで知っておけばいいんだろうって、あるいはどこまで気をつければいいんだろうってところをここから話していこうと思います。そのためにじゃあ今具体的に今残ってるアタックベクターってどの辺で、それなんでそんな感じなんだろうってところを話していきます。ちょっとこの辺、例えばその一つのアタックベクターにそもそもRuby の今新しく書いた仕組みっていうのが最適化できないものを使うっていうのがあります。この辺何がその今の時点で高速化できないかっていうのは、ちょっと理論的にできないと今の時点でできないっていうのはギャップがありますけれども、少なくとも今時点で今できないものっていうのは一周の中にリストアップされてたりします。具体的に見てあげると、先ほどのその3つの GitLab の脆弱性の例で見てあげると、そのうちの1つ、例えばここで後方参照を使っていたものとかに関してはこのままそのさっきの Ruby3.2 の修正っていう、高速化っていうのが適用できないものになっているので、ここがバックリファレンスが入っているので、これ自体はそのアプリケーション側の対応も結局必要になってしまう例になっています。逆に言うとそれ以外のその3つ紹介したうちの残りの2つの例っていうのは2つの例っていうのはいい感じに特にそういう高速化を妨げる要因っていうのはないので、実際にPOCを書いてみると分かるんですけれども Ruby3.1 と2でめちゃめちゃな挙動のスピードの差が出るような正規表現になっていて、実際 Ruby3.2 に上げてあげるだけでいい感じにその脆弱性が修正される例になっています。こんなふうにですね一つ実際の脆弱性とってもこれが修正できるできないっていうのは、3.2 とでも変わってたりします。というわけでじゃあどこに今責任分解点だったりそのデベロッパーが意識すべき点があるかっていうと、その正規表現がいい感じに性質がいいかってところです。もうちょっとこの後でも話しますけれども、少なくともその Ruby3.2 以降に関しては正規表現を正規表現がそのリニアタイムで評価できるものであれば、これを確認する方法も後で話しますが、リニアタイムで評価できるものであれば基本的にはこれは多分大丈夫だ、多分安全だと思ってその任意の入力を与えてもらって大丈夫なんじゃないかというところです。逆に言うとそうじゃないケース、リニアタイムで評価できないケースに関しては引き続きちょっと口述のタイムアウトだったりだとか、そういった仕組みを使ってうまく守ってあげる必要があります。ここにまだつまるところ何も考えずに正規表現を評価するのは、今でも今でも良くない、気をつけるべきことはあるっていうことですね。でもそれでも基本的にはめちゃめちゃアタックサーフェスっていうのは縮まってて非常に素晴らしいことだと思います。でもう一つ、ちょっとここら辺からはその重箱の罪をつついてみようと思うんですけれども、例えばもともと RDOS の2つその種別の中に1つ、正規表現をユーザーから受け取るケース、少ないとは思いますけれどもこのパターンもあるよって話をしました。でもこれって実は面白くて、例えばこんな例を考えてみます。もともとそのユーザーから正規表現を受け取って評価するみたいなアプリケーションがありましたと。で、それにタイムアウトをつけてみました。でその正規表現でそのフィルターしたり検索したりする対象の中には実はその未認可の情報だったり実はそのまま露出してはいけない情報が入っていて、その後に認可制御なんかしてましたみたいな、ちょっとコードですごい抽象化するなら、ユーザーがこのチャレンジって関数を、結果は見えないけど何回も何回も呼べるそんなケースがあったとしますと。これってそのタイムアウトなかったらユーザーが1回正規表現やばそうな正規表現 DOS が起こる正規表現を与えただけでそのサービスが DOS して終わりっていうものなんですけれども、実は例えばこのタイムアウトがあったらサイドチャンネル攻撃的に使えるオラクルみたいなのが作れたりするんですね。例えばですけれども先ほどのある攻撃者にはこの Can you leak me みたいな見えないとしてチャレンジが呼べるだけでこの文字列をリークしてあげようとすると、例えばいろんな正規表現を並行してバーッと投げてみますと、その具体的に言うとですかね、検索対象の文字列が A から始まるんだったらリドスを起こすみたいな、
こんな正規表現です。してあげると、例えばこうさっきの文字その Can you read me みたいなものが検索対象だったら、なんかある一つの正規表現だけ5秒ぐらいかかって、それ以外かからないみたいな状態になるんですね。本当にこれ重箱の隅みたいな攻撃なんですけれども、例えばタイムアウトがあることで、これ面白いのはタイムアウトがあることで、ある種こうサイドチャンネル攻撃みたいな、そもそもトスが起こらないからこそ、なんかそういうオラクル、これはデータはこれを含んでますか含んでませんかみたいな判定するオラクルができてしまうみたいな、そういったケースもあるというのが一つちょっと面白い点かなと思います。でそんなふうにですね、そもそもの、ユーザーから正規表現を受け取って何でも評価するみたいなのは、仮にいいエンジンRuby3.2 だったりだとか、あるいはオニグモだったりだとか、あるいは他の言語のエンジン RE2 とかよく知られてますけれども、なんかそういうので評価する場合だってもあんまお行儀が良いことではないんですけれども、この Ruby3.2 の場合はもう引き続きそれも変わらないと。で一応ユーザーから受け取った正規表現がリニアタイムで評価できそうとかだったら、そのユーザーから何か受け取ったものをこう雑に評価するみたいなのも悪くはないかもしれませんけれども、依然としてあんまりその正規表現を受け取って評価するっていうのはあんまやるべきじゃないかなというのが今ここも引き続き変わらないところかと思います。でちょっとこんな感じでですね、今DDoS2 つのライン、そのユーザー入力を受け取るとかユーザーから正規表現を受け取るとか、そんな2つ言及しましたけれども、あるいはそのスポートコパイロットの例から始めましたけれども、やっぱ言語のエコシステムとかいろいろデベロップメントを助けてくれるツール類ってあくまで我々をエンハンスするけれども、最終お客さんにサービスとしてそれを出荷する、コードを出荷するっていう工程の最後のワンラインっていうのは自分たちが持っているところなのかなと、依然としてこれは変わらないのかなと思います。それこそ冒頭のコパイロットの例もそうですけど、出てきたものっていうのが安全そうだったっけと、一つ立ち止まって考える、ないしは実際エンジン側が良くなっていろんな正規表現が非常に高速に評価できるなんて、これすごい素晴らしいことなんですけど、やっぱそれと合わせてじゃあこれのリミテーションってどこにあるんだっけとか、そういうのも比較考えてですね、引き続き学習してなんかこの最後の手綱というか、これは出荷していいんだっけっていうのを判断する、ここに関しては引き続き変わらないところとしてなんじゃないかなというのがこの辺の例から思われることです。はい、というわけでですね、ここまではちょっと抽象的な話で、もう一回最後じゃあ具体的に明日から何したらええねんという話をしてみたいと思います。端的に言うと3つですね。1つ目はもう Ruby3.2 使いましょうで、もう一つはレギュラーエクスプレッション、ちょっとこの後喋りますけれどもの範囲にちょっとリミットしておくといいですよみたいな話。3つ目は任意の正規表現を受け取るみたいなのはあんま良くないのでやめましょうという話です。1つ目、Ruby3.2 の話です。もちろんですけれども、Ruby3.2 になんかこう動いてるランタイムをバチバチ上げていくみたいなのは、難しい場合もあるとはもちろん思うんですけれども、やっぱ運用しているとだからこその止められないつらみというのはあると思いますけれども、ぜひですね積極的に考えていただきたいと思います。それ以外にもすごいオーサムな機能があります。でもう一つ目、ちょっと次にレギュラーエクスプレッションをちょっとレギュラーな範囲に絞ろうって話なんですけれども、これも面白いプラクティスです。それこそ今もともとエコシステム側、オニグモ側の改善で、カバーできるようになった、脆弱性じゃなくなった部分もあればそうじゃない部分もあるっていう話を GitLab の脆弱性の例で話しましたけれども、例えばこの、一つオニグモの方の回収でうまくいかなかった脆弱性じゃなくならなかったやつっていうのはバックリファレンス使ってるのが問題だったって言いました。でこのバックリファレンスっていうのを、経済科学なんかこう学んだことがある方とかだと耳にしたことあるんじゃないかなと思うんですけれども、これが入ると正規言語の範囲にならないですよね。この正規表現が生成する言語っていうのが、それこそこの辺はポンプの補題とかでシュッと証明できるところですけれども、これがこう最適化を妨げる要因だったりしたわけです。そういう意味だと、こう正規表現って言いますけど、やっぱ Ruby で扱える正規表現と、計算科学の言語でいう正規表現にはやっぱギャップがあって、そのギャップのなんていうんですかね、追ってきてる部分に関しては意識して気をつけて使うべきであると、便利なんですけどね、言えるのかなと思います。そういう意味だと正規表現がちょっと複雑だなと思ったら一歩立ち止まって考えていただけるといいのかなというところです。具体的に言えば、こう正規表現、計算科学の言葉でいう正規表現の範囲で、だからなんていうんですかね、これを0回以上の何とかの繰り返しとか、そういうのは全然使っていいのかなと思うんですけれども、具体的にならバックリファレンス、後方参照だったりだとか、ルックアラウンド、ルックアヘッド、ルックビハインド、ポジティブネガティブ含め、そういったものを使うときにはちょっとこれは正規表現じゃなくてできないかなっていうのを考えてみるといいんじゃないかなというところです。
その他実際その正規表現をそもそも入力として受け取らないみたいなところもここまで話してきた通りですが、この辺も一応一応というか便利な機能として Ruby3.2 からは正規表現のオブジェクト regex にそのリニアタイムっていうフィールドが追加されています。これ見てあげると、実際今持っている正規表現リテラルとか正規表現のオブジェクトがどれぐらいのそのリニアタイムで評価できるのか、最適化が効いてるやつなのか、安全そうかっていうのを評価できるので、一応これを使ってやるっていうのも手ではないです。というところでですね、こんな感じでちょっと最後駆け足ではありましたが、3つぐらいそのプラクティスを紹介しました。でもともとこのタイトルEliminating Redos with Ruby 3.2っていうタイトルなんですけれども、やっぱりもともと言った通りプラットフォーム側の努力だけじゃなくて、やっぱ皆さんが、我々がその理解してどこがリミテーションで何をしなきゃいけないのかっていうのを理解して使うことっていうのは非常に大事かなと思います。そういう意味ではこのタイトルっていうのは実は &U というのが隠れてましたというところで今回の発表を終えたいと思います。ご清聴ありがとうございます。